こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどまとめてみていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークター東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏、また最近では第5氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。で、またメンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。こちらは動画よりも半日早く、そして手っ取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画を見てる暇ないという方は、こちらもぜひご利用してみてください。まず仮想通貨市場全体の時価総額の暴落が話題になってます。一時 1.7 兆ドルに到達してまして、1日あたりの下げ幅が2022年1月以来最大となってます。先物 DeFi の生産も連日話題になってますけども、ミームからも資金が抜けててですね、膨れ上がってたそれぞれの時価総額がしぼんだことで、全体の時価総額が落ちているといった状況です。ただ現在は昨日の米市場の動きとともに少し反発してますね。で、また仮想通貨投資商品全般の週間流入額がマイナス 5.28 億ドルを記録したのも話題になってます。仮想通貨投資商品全般とされてますけども、内訳としてはほとんどが米国の ETF なんで、連日の米国の景気後退懸念から流出が多くなってます。これも今週から回復できるのか注目となってますね。で、また昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローは、まだブラックロックが公開されてませんが、現時点では全体でマイナスとなっています。グレースケールの GBTC の流出は、先週に引き続き収まってますけども、フィデリティ、アークの流出が未だ目立っている状態です。ただ休日明けの米市場では、各指数反発してたんで、1.6 億ドル相当だったら、もしかしたらブラックロックで相殺する可能性もまだありますよね。またスポットイーサ ETF は、現時点ですでに全体でプラスとなってます。グレースケールのイーサイからの流出が収まっていることと、フィデリティやバンエックやビットワイズから流入があるのが強いですね。で、一方香港の方は久しぶりに動きがありまして、スポットビットコイン ETF がマイナス 134.9BTC、ドル換算ではマイナス737万ドル相当、イーサはプラス 779.6 イーサ、ドル換算ではプラス194万ドル相当を記録してます。連日ずっとゼロだった香港のスポットイーサ ETF が動き出したのが非常に不気味ですけども、これが何かを意味するんでしょうかね。あとファンドごとでは大手ヘッジファンドのカプラが4億6400万ドル相当のスポットビットコイン ETF 保有を報告したのも話題になっています。銘柄はフィデリティ、ブラックロックとなってますね。先日も各種やファンドの保有が明らかになって話題になってましたけども、これもここ最近では珍しい明るい話題となってますね。ビットコインの価格は現在 55,700 ドルあたりを推移しております。昨日の指標の方では、米 PMI や ISM 非製造業景気指数などが発表ありましたけども、それよりもですね、その米国の逆イールド解消や FRB が緊急利下げするんじゃないかとか、あとは VIX、恐怖指数がコロナショック以来の水準になっていることとか、そっちの方が大きく取り上げられててですね、もしかしたらまだ市場全体の下落が継続するんじゃないかと思われてたんですけども、ファンドが出尽くしたと見られたのか、結果的には米市場の休日明けに各指数反発してます。ただその後ですね、折り返して再度落ちるか、続伸するかでそれぞれ分かれていますね。円高も一旦落ち着いて、日経平均も休日明け反発してます。米国債金利は 3.837 を推移しておりまして、ナスダックが 17,895、S&P500 が 5,256、ダウ平均が 38,703、金ゴールドが 2,417 ドル、日経平均が 34,618 円、ドル円が 145.38 円となっております。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 9.6%、額としては273億ドル相当、昨日の大量生産から回復してません。比率としては全体ではロングが 52.6%、マイナスミはロングが 67.0% と上売りになっています。今後の指標としては本日8月6日にオーストラリアの中銀政策金利、8月7日にニュージーランドの雇用統計、8月8日に米新規失業保険申請件数、卸売在庫確保値などが控えております。米市場、日本市場ともにですね、休日明け反発した展開となってまして、ビットコインもそれにつられて反発している形になっています。またビットコインのドミナンスが
急上昇しているのも一部で話題になってますが、ここ最近の市場全体の急落で、アルトミームからも資金逃がしたいけど、米ドルも下がってるんで、米ドルステーブルに逃がすこともできないと。結局消去法でビットコインに資金が集中したという流れだと思うんですけども、ただこれも今現在では市場全体反発してるので、またアルト以下ミームに散る可能性があるんで、これもそこまで気にしなくていいのかなと個人的には思いますね。ビットコインのチャートだけ見たら、下は一時49,000を割って、現在56,000の攻防になってます。前回動画で下は48,000のラインで反発できるかどうか、上は56,000に戻れるかみたいな話をしましたけど、大体そのあたりで落ち着いている展開になってますね。日本市場開けてから伸び続けてますけども、指標も今後大きなものが一旦ないので、気になるところとしたら FRB の緊急利下げがいつ行われるかくらいでしょうかね。それはサプライズなんで読めないと思いますけども、週足の形状を見ると2021年の5月あたりと非常に似てますよね。このテクニカルだけに頼れないですけど、この通りになるとすると、約2ヶ月後、選挙戦前あたりになるんですかね。ただ本当に中東情勢もそうですけども、いろんなことが起こりすぎてて、未だ不安定なんで、ここがそこだと確信しない方がいいのかなと思いますよね。短期ではこの56,000の攻防を抜けて、6万ドルに回帰できるかどうか、下再度5万ドルで耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場のこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2530ドル、BTC 建ては 0.0452 と、昨日からは上がっております。先物の方では、OI は全体でマイナス 2.2%、額としては102億ドル相当、比率としては全体ではロングが 51.9%、バイナスミはロングが 74.6% と上売りになっています。先日から DeFi 市場の生産やイーサ単独での明るい話題があんまりないですけど、ETF の方は意外と流出が見られずですね、今回香港も流入が見られて、BTC 建ても保ってますね。これも市場全体の動向次第ですけど、イーサ単独であえて考えるなら、規模は ETF くらいだと思ってますんで、その動向には注目したいですね。短期では2800の抵抗が非常に強く見えるんで、そこを超えられるかどうか、下サイド2300で耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。トランプの発言がまた話題になってますね。トランプはストリーマーのアデン・ロス氏のインタビューで、米国のビットコイン売却について、ビットコインは積み立てるべきであり、売るべきではないと。これは AI のようなもので、我々がやらなければ、中国か他の国がやるだろうと。我々は取り残されるわけにはいかないと。仮想通貨はまさにその領域だと語ってます。ビットコイン2024で演説した内容と似たような感じになってますけども、AI に例えてですね、さらに分かりやすいように説明しているような気もしますね。一方、ハリス陣営は副大統領候補にジョシュ・シャピロ氏起用が濃厚となっているようです。ポリマーケットの予想でも1位になってますね。ただこのシャピロ氏はイスラエルや教育バウチャーを支持する派で、反対派もそれなりにいるということで、起用後の進展が注目されています。大統領選の勝利者予測は今のところ先日からほとんど動いてませんね。誰採用しても反対派は必ずいるんで、仕方ないと思うんですけども、この起用が大統領選に影響するのか注目ですね。あとその他リリース、資金調達関連では AI を利用したハッキング防止の ZKK プロジェクト、ゼルクイートがメインネットリリース、エアドロップクレームを開始したこと、あとは土壌のゲームリリース系、カートリッジが750万ドル調達、DeFi インフラ系の ZOS が400万ドル調達したことなどが話題になっています。これらの今後にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。